黄金バット。この動画を見てくれた珍しい方へ、私はモデレーターのような方を探している。その人はこの動画とかでいらない動画とかを、あと迷惑動画とかを消してくれる人で、同時に私が何か喋ったらそれに関連する DJ のようなことをやってくれる方だ。例えば私が黄金バットと言ったら、黄金バットのBGM を流してくれるなど、そういう理解があって面白い雰囲気を醸し出せる、そういった人間を探している。で、死んじゃった。そういう中で外国とかにも関心があって、実際に外国ができなくても、そういう担当みたいなことができればね、ありがたい。要するにたくさん雇うってわけではないが、少し多めに雇いたいっていうのと、あんまりこの動画、このチャンネルを見てほしいとは思わなかった、いろんな人に。なぜならば、たまにゲームをやってそれに関するちょっとしたコミュニケーションでもあれば私はいいと思っていた。だからめっちゃふざけまくってシュッとか普通に言って、そして動画の名前も動画の名前はいい個性を出したというかね、チャンネルの名前もそんなに分かりやすい名前ではない。だからね、そういえば国によってチャンネルの名前を表示されるチャンネルの名前を変えるとかできたのかな、覚えていないけど、そういう感じで、そういったスタンスからもうちょっと楽しめるような、もうちょっといろんなことができるようなっていう、そういう中心的な発信局的なチャンネルを目指す。もちろん何のひねりもなく、単に YouTuber としてメインに、主に YouTube 活動をするために何か行動を行うっていう頭のひねりがないようなことではなくて、当然頭をひねらせようとことに神経と注いでいるのだろうが、そういうんじゃなくて、もうちょっと自然と何かをしたいときに応援するだとか、一緒に仲間として何かをやっていくみたいな、たまにやりたいときにプロジェクト、そういった YouTuber をやってみたいね。実際のところDJ さんや何か今のは悪手だったかもしれない。握手。そういうついでのようにしている人の方が、いや、あれは撮ってなかったな、ピッケル。そういった人の方が自然に芯があるし、いろいろとできるわけだ。そして日本の YouTuber っていうのはあんまり儲けが良くないんだ、海外と比べると。それに比べて私はインターナショナルで、加えて裏とか、何が趣旨だったか。ちょっと待て、ブラッドウェポン、ブラッドにするのみたいなって、ブラッドウェポン手に入れるか。それに対して私はしまった。対して私はいろんな国のメンバーといろんな場所を問わずにいろんなことをしたいと思うから、
私ならではのチャンネルができるはずだと私は思っている。こんなは適当な私の動画を見てくれて、そしてこのメッセージを聞く人も少ないだろうが、それでいい。人が来すぎると困る。だからそういったところをマネージメントしてくれる人間もいないと当然困る。そういった人は必要だと私は思うんだよね。これだと良くないな。しまった。そうすると、そうだな、ちょうどいい形に雇用を発生させるっていう、そういうのがないから、そういったものがあればね、そういう雇用が足りないっていうところとあるっていうところないと思う。だが結局必要なのは直接人がつなげるっていうことで、性格も理解して能力も迷っていることも理解しているということだから、ね、そういったなんていうかつながりを大事にしたものにしたいよね。そうすればもうちょっと横流し的な風な感じで路頭に迷う人がいなくなって、ちょうどいい形で雇用が生まれるんじゃないかと。墓穴にラブンバではなくて、こんな風に隠されているからこそ少し、ね、進んでみたくなると。これは私はタイムアタックをこのモードをやるときには目指しているんだが、取っておこう。そう、履歴書とかで結局見るのはその個人の内歴であって個人の能力ではないっていう、違う、個人の魅力ではないから、そこは良くないと思うし、日本のレズメも良くない。誰が変えると言っても誰が変えるものではないからね。だが行動を変えれば自然と文化は変わってくるはずだ。あえて変えようとしなくても啓発だというか、こうやって思ってることを普通に表すことができれば自然と変わっていくものだろう。だからもっとあんまり迷うことはないさ。しまった、死んだな。なんでトーチをなくしたのか、あいつに捕まったからか。そんな詩を初めて聞いたような気がするな。そうやって次はボスだから。いつの間に爆弾こんなに持っていやがる。ただの金か。そうだね。しかも例えば何か病気がある人とかはそういうネガティブなことが理由なのに休んでいる理由を言えないから、単にだらしないだけだと思われるだろう。
そういったのは良くないよね。こいつか。この武器じゃ。お、逃した。くそ、これはない。そっか。だが財布は揃ったじゃん。なんて言うんだろう。門出は揃った。サイは投げられたではない。役者が揃った。こいつは危ない。ああ、もったいない。なぜこのゲームをやっているか。なぜならば、それはそもそもこの音が入っているのか。アサシンクリードユニティを久しぶりにやりたかった。メタルギアちょっと心が折れる。なんていうか、得るものもそんなになくて、まさに本当にファントムペインな感じなんだよな。で、なんだろう、潜入側の潜入側が一見不利に見える。まあそれでも勝つ人はいるんだけど、私は戦うゲームではなくて潜入のゲームと思ってるから、そこもちょっと違うし、全員を殺しまくるっていうのはちょっと違うから、まああれなんだな。まあそれはどうでもいいんだ、仮って。そこはまああるがままにあって別に構わない。なんというか完璧主義なところが強いから、どうしてもできる範囲で完璧にしようとしてしまうからってさ。強いのやっぱも強い。そっか。ボーナスはリズムボーナスだけではないのか。
このゲーム、最初の印象はやっぱり難しいものと思われる。この呪いのやつはチェンジできるとさ、トランザクションできると、まあめっちゃいいアイテムになるんだよね。どうしようかな。取る？影の指輪じゃなきゃいいな。ネクロダンサー、これで例えばドラクエのような規模で RPG できてセーブしてなかったからちょっとやり直し的なやつがあったら面白そうじゃないかな。瞬発力と RPG の要素がもっと強まる。だが何でも規模を良くすればいいってわけじゃなくて、 3D 型とか、あとは VR だとか、文字がなくなって文字以外で表現されるようになったり、演劇がなくなったりアニメに変わったりとか、あとはグラフィックが上がったりとか、そして作るのが難しくなるとか、そういったことによってどんどん質だか量だか個性がちょっとなくなってしまうっていう事実があるから。だからなかなかね、いくらいいものがあってもそういう風なことができるわけではない。だからこそ各個人がいろいろな仕事をできればいいんだがね。沼は消せるか？沼は消せない。ところで、このブロードキャストを見てる人間誰もいない。まあ見ている人がいるとちょっと困るっていうのがある。なぜならそれを少し意識してしまうから。そしてなんか変なことをしたらうるさいと言われるし、辛そうだな。くそ、優先順位が違った。にしてもゲームで遊ぶなんて久しぶりだ。あんまり同じゲームばっかりやってあれだから。そろそろやめたいんだがね。
混ぜた。混ぜるとやりたくなるんだが、まあやめておくか。それではアディオ。